皆さんこんにちは。ジェームズのティータイムへようこそ。タイトルにもあるように、私は日本に住んで性格が変わりました。とは言っても、実際は1年間だけの交換留学だったので、性格が激変したというわけではありません。まあ、1年間だけだったので、それはそうですよね。でも、確実に私の性格がちょっと変わったところはたくさんあります。というわけで、今日は日本に住んでちょっとだけ変わった私の性格を3つご紹介します。これは日本から帰った外国人がみんな言うことなんですが、私もやっぱりイギリスに帰ってもついお辞儀してしまうんです。先日のエピソードで説明します。イギリスの激安スーパーリドルズに行った時の話です。そのスーパーの通路がめっちゃ狭くて、一人しか通れないところがあったんです。そこで前から元気そうなにっこりおばさんが歩いてきたので、ここ譲らなきゃと思って道を譲りました。するとにっこりおばさんが小声で Thank you と言ってくれたんです。そして私はそれに対してなぜかとっても自然にお辞儀しちゃったんですよ。すると前からにっこりだったおばさんがさらに笑顔になって少しだけふふって笑ったんですよ。私はおかしいな。なんでそんなに笑ってるんだろうと思ったんですが、その瞬間気づきました。イギリスにいるのにお辞儀してるって。日本ではみんな毎日何回もお辞儀をしますよね。例えば感謝を伝えたいとき、ありがとうの代わりにお辞儀。申し訳ないことをしたとき、ごめんなさいを伝えるためのお辞儀。挨拶としてのお辞儀。いろんな場面でお辞儀をします。それで日本に住む外国人もすぐにお辞儀をするようになると思います。だってめちゃめちゃ便利ですから自然に体に染みつくんです。似ているジェスチャーは一応あるんですけど、イギリスでは日本でいうお辞儀は普通しないです。したら失礼というわけではありませんが、ほとんどのイギリス人はおそらくお辞儀をされてもそれは何の意味なのかがわからないと思います。場合によっておかしいとさえ思うかもしれません。だからあのおばさんがその反応をしたと思います。少し私のお辞儀が変だと思って笑ったわけです。でも私はそれ分かっていても最近ついお辞儀をしてしまうんです。これはイギリスでは少し変なので今すぐやめないと。恥ずかしい。私は日本に住んで夜型になりました。というか、日本の田舎はまた違うと思うので、正確に言うと、東京に住んで夜型になりました。東京はとっても便利なところです。いやー、便利すぎるっていうぐらいかもしれない。というのは、24時間営業の店がたくさんあって、それはコンビニだけじゃなくて、レストランまでも多かったです。そして、スーパーも夜12時まで。近くのよく行ってた温泉も深夜まででした。これってめっちゃ便利でした。でも、そんなに便利なところに住んで良くない面もあったって今イギリスに帰って感じます。便利すぎるせいで夜でも人が多いし、街がギラギラしてて街が全然寝ない。それで私も寝なくなりました。店が遅くまで開いてるから遅くまで友達と遊んだり温泉に行ったりとかして自然に私の寝る時間が遅くなってきました。でも遅く寝ても次の日大学やインターンに行かなきゃいけないので割と早く起きないといけません。それでもともと朝方だった私が軽い睡眠不足の夜型になっちゃったんです。一方、私の地元は完全に逆です。24時間のお店がまず一つもなくて、スーパーでも10時に閉店します。個人店だったら5時に閉店するところがほとんどです。しかも10時過ぎると街は真っ
暗で、シーン。雰囲気が、もう寝る時間ですよ。寝てください。と、街全体が言ってるみたいです。夜型だったら大変不便だから、地元には朝方の人が多いんです。店は7時か8時ぐらいに開店するので、私ももともとは朝方でした。でも、東京に行った時は、すっかり夜型人間に変身しました。こういうことは遺伝や育ちの影響も大きいでしょうけど、環境の影響もすごいんですよね。イギリス人は傘を使わないという割と有名なステレオタイプがあるんですけど、実はこれはステレオタイプではなく本当です。私もそうでした。イギリス人はなぜ傘を使わないか気になったら、もうその理由を以前の動画で話しているので、ぜひご覧ください。私は日本に行くとき、恥ずかしいことですが、正直、イギリス人だから雨なんて気にしない。傘を使う必要なんかない。という謎のプライドを持っていました。でも日本に行って人生で初めて傘を買いました。その理由は雨が嫌だからとか濡れたくないからとかではなくて、私のせいで他の人が濡れるのが申し訳ないからでした。地元は駅もないので公共交通機関がほぼなくて、ほとんどのところは歩いてきます。そのため傘をささないで防水のレインコートだけ着ても他の人に迷惑をかけることがほぼありません。しかし東京はそうはいかないですね。東京は人が多くて電車がよく混みます。私も大学に行くためによく満員電車に乗っていました。そして満員電車に傘なしで乗ったら、私の濡れた服が他の人に触れて、みんなが私のせいで濡れてしまう。めっちゃ迷惑ですよね。私はそれが嫌すぎて、申し訳なすぎて傘を使うようになりました。つまり、他の人への気遣いとして傘を使うようになったわけです。東京のような人口密度が高い都市では、他の人に迷惑かけていないかって常に考えるようになりますね。このようにイギリスにいた時より他人に気を使うようになってたと思います。でも、そのせいで傘を使うようになったっていうのは、イギリス人として少し悔しいです。実は私は日本に行く前からも日本人の友達にジェームズって日本人っぽいねのようなことをよく言われました。でも自分で自分のどこが日本人っぽいのかよくわからなくて、日本語が話せるからじゃないと思っていました。皆さんはどう思いますか？私の性格が日本人っぽいと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。そして今回紹介したのはほんの一部。他にもちょっと変わった性格がたくさんありますので、この動画の反応が良ければ続編パート2も出したいと思います。面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。そして他の動画もぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。